今日ね、一日ドライブしてきて、すごい楽しかったです。道がね、田舎道の方行ってきたので、それで楽しかったのもありますし、長時間ね、長距離ドライブ行けたのも楽しかった。で、あとそれにプラスしてね、このベゼルがね、なかなか楽しくてね、すごいストイックというかちょっとマニアックな楽しみなんですけれども、ちょっと自分にとってはツボにはまったみたいなところがありまして、その辺楽しかったね。これね、続く動画の最中でそれあたり述べてると思います。で、そうね、最近ね、SUV 乗って、それぞれみんなね、楽しみに持ってる車っていうのがいろいろあって、っていうのをね、感じます。で、すいません、最も大事なところを言わずに、今ちょっとカメラ止めちゃいました。で、付け加えますね。そう、楽しい車、SUV がいっぱいある中で、今日のこのベゼルもね、すごい楽しかった。みんなね、楽しい車と同じように、このベゼルも楽しいところがあって、快適性もね、これならと思えるところがね、結構あったりなんかして、すごいね、良かったです。楽しい車いっぱいでね、いいですよね。ということでちょっとレビューに入っていきます。今回はホンダベゼル、マイナー 5EHV に乗って感じた印象をピックアップしていきます。今までに複数の動画を作ってきて、ホームページ書いてと取り組んできまして、その中で特徴的だった部分、印象を強く覚えている部分を述べていきます。乗り心地やハンドリング、内装、加速感、さらにどうでもよいようなつまらない話と大きな声じゃ言えない話、こんな感じで続けていきます。乗って感じた印象を端的に、まずは見出し的に上げて、その後補足していきます。1つ目、車と乗員の一体感が強いクーペ風 SUV スタイル。ルーフが低くて C ピラーは強く傾斜。見た目がそうですが、乗っても天井が低く感じられます。フロントガラスが迫ってくる感覚。その分、頭上の揺れが目立たなかったり、車との一体感が高いです。2つ目、艶が抑えられた内装はすごく大人の印象。ベゼル最大の魅力と感じるのは、この内装です。特にインパネの仕立てが良くて、夜に見てもすごくいい。艶の抑えられた内装パネルは飾り気が少なくても質よく感じられます。で、2024年のマイナーチェンジでは造形が大きく変わってセンターコンソールのあたり、普遍的な魅力をより強めています。そして新しさを感じるサスペンションの動き方。サスペンションは小さく動いて、その小さい動きの中で衝撃を吸収。沈む動きを感じにくく、でも不快と感じさせない乗り心地。これがね、これからのコンパクトカーを想像させてくれます。そして、人気車なのに個性的なステアリングフィール。日常向けなのか、趣味向けなのか、初心者向けなのか、マニア向けなのか、いろんな要素を感じられるのが、このハンドルからの感触。で、このベゼルの感触ね、気に入っちゃったら他はないんじゃないのってくらいにね、自分が思う部分です。そして5つ目かな。1500cc の EHEV の中で最も印象の良いハイブリッドシステム。ベゼルって同じシステムを搭載する中ではバッテリーの容量が大きいらしくて、エンジン始動の回数が少なく感じられます。で、加速感で言うと、滑らかさと刺激という部分をノーマルモードとスポーツモードで分けて乗り比べできるというか両方味わえる。そうした部分に良さを感じました。そうしましたら少しずつ補足します。車は2024年式ベゼルハイブリッド。グレードは EHEV の Z で、お値段は320万円。パワーテールゲート、アダプティブハイビーム、シートヒーターやステアリングヒーターが標準で、ナビやマルチビューモニターはオプションとなっています。そしたら一つ目。車と乗員の一体感が強いクーペ風 SUV スタイル。これでもう見ればわかるよって部分ですが、もっとしっかりベゼルの特徴として感じられる部分ですので、一番手に挙げていきます。自分身長172センチで、フロントシートに座ると、ルームミラーとかルーフ先端が近くて、フロントウィンドウが迫ってくる感覚です。これを狭いと言いたいわけではなくて、車が小さく感じられたり、車とドライバーの一体感を感じられたりします。これね、アルファードを出してみるとわかりやすいです。ルーフやダッシュボードの奥行きが長いと、実際以上に車を大きく感じられたり、感覚が取りにくかったり、車に乗せられているって感じになります。運転席に座っているのに乗せられている感覚。で、一体感という表現ね、ベゼルの方ね、頭上の揺れというところも含んでいます。
頭上が広い車ですと、例えば片輪だけ段差を踏んだ時とか、頭の上が揺れている感覚を受けまして、これが腰高感につながります。で、ベゼルの良い点をね、もう一つ付け加えますと、ルームミラーが驚愕ベゼルです。ベゼルってベゼルではなくて、縁って意味です。これをね、この縁がね、狭い。で、これが圧迫感を軽減してくれて、プラス先進感を与えてくれて、ちゃんと考えられてるねっていう印象も与えてくれます。次。新しさを感じさせるサスペンションの動き方。上下動は小さくて、ダンパーは狭い領域で衝撃を吸収。高いフラット感が現代的です。現代的というかね、これからのコンパクトカーはこうなっていくのではないかななんてね、想像するような乗り味。違ったらごめんなさい。もう全然逆にいくかもしれない。最近多くの車種で、サスを大きく上下させない方向というのをね、感じます。で、ベゼルではね、それがもう特に強い。上下のストロークを感じさせずに、ピタッピタッと段差を越える。凹凸をね、プッポッパって越えていく。で、言葉変えると、締まっていて固めではあります。でも日常的な凹凸では、ためを感じさせません。そうね、言葉難しいですけど、しっとりとかゆったりってわけではないです。ただ、伝わってくる衝撃は弱い。質が高いと思います。あえて言えば、カチャンと音が出やすかったり、ちょっとのホイールのバタつきを感じたりというのはありました。ただ、2人乗車すると、これが相当に軽減されていました。別の動画で、1人乗車と2人乗車を同じ場面でね、合わせたのを出していますので、よろしかったらそちらご覧ください。そしたら残り、ハンドリングに関する部分と加速減速のフィール。これは内装のシーンの後に続きます。ちょっと長いんでね。最初にちょっとリアシートのチップアップのシーンを出します。自分久々でドタバタしてるシーンがありまして、別に出す必要ないんですけれども、逆に分かりやすいかなと思いますので、これを出します。これを引きます。あれホンダ名物チップアップ。普段やってないんですけれどもね。久しぶりなんでやっています。まずね、これ座面を起こすと簡単に上がります。そんなね、重くないです。で、この状態でレバーを下げて、ガチンとやるとロックされます。で、下ろすときはね、この反対。これでロックが解除されますので、あとはね、こうやって下ろす感じです。そうしましたら内装の印象。別に動画上げていますので、ここはダイジェストでいきます。そうね、ちょっと開ける前にテールランプを見てみましょうか。ここをね、マイナーチェンジで変わった一つのポイントです。マイナー後はね、ここ2段になっています。じゃあ開けますね。さあ、電動テールゲート、この Z はね、標準です。で、開けてみてね、まず思うのは上から行きますね。このトノカバー。すごくね、作りシンプルだけども、なるほどなって感じになっています。ここからね、ここ空洞ができます。これね、すごくね、重要なんですよね。運転席右下のスイッチで、室内からも開けることができます。奥行きは前回測りました。75センチぐらいとかね、そのくらいでした。C セグメントの車が SUV で80センチぐらいが基準なんですね。で、D セグメント、ハリアーとかになりますと1メーターぐらい。ということなんで、この75センチという数値はね、ほぼ C セグメントぐらいの奥行きになります。すごいですよね、ベゼルね。リアシート広いから、ラゲッジにしわ寄せが来てるかと思ったら、そんなことはない。というところがね、すごいと思います。深さありますけれども、何に使うかちょっとね。で、この下、どうでしょう。今日はちょっとね、開けてる時間ないんですけれども、走行用バッテリーがね、入ってると思われます。おー、閉まってきた。開いてる時間長いと自動でしてください。まずね、全体的な部分。このね、ベゼル内装がすごい魅力の車だと思うんですね。例えばですけれども、ここソフトパッドね、触るのではなくてね、見た感じで光の反射によってその違いがわかります。素材感の良さがわかります。これはね、昼間より夜の方がわかりやすいです。光がこうね、チラチラ入ってきた時に鈍い反射になっていて、質感高いねと感じられる一つのポイントです。フロントウィンドウは天地横に狭いです。そんなにね、高さがない。この辺りも20センチぐらいかな。
やっぱりこのあたりはクーペ風 SUV ということで、シートポジションをある程度下げて、で、座るのがね、すごいしっくりくる形になっています。押し込むことで、表示が変わる。メーターは、真ん中のデジタルのスピード表示から、左端までが液晶部。で、右側がアナログのスピード計になっています。で、あとね、特徴的な部分。この、今 P っていうマークの下についてるのが、出てるのがオドメーターなんですね。3302。で、トリップメーターの切り替えは、ここじゃないです。左側のね、液晶部。これで航続距離燃費っていうのをやりますと、ここにね、燃費計と同時にトリップメーターが出てきます。今 A で35キロになっているところです。このエアコン操作部は、一ついいところを挙げるとすると、ここ。3つダイヤルが並んでいるうちの中央部ですね。これが風量の調整と、それからオンオフスイッチを兼ねています。で、これがね、直感的にわかりやすい。まずオンオフは簡単ですよね。押せばオン。それから、回してもオンになります。マニュアルモードで使うときはこの方が多いですかね。なので、オンオフが回す、押す、両方ね、ここでできる。これはね、すごくいいなと思います。この下はマイナーチェンジで大きく変わったところ。ここのね、形状変わりましたね。で、この上の段には、多分、スマホを置くようなスペースがあって、で、あとこれメガネケースなんですけれども、メガネケースがね、すっぽり、縦にも横にも入っちゃうぐらいの、小物置きとしても使える。で、縦に置いて、ちょうどぴったりですね。もうほんと動かないぐらいぴったり、ここにスマホが置ける形です。で、センターコンソール。そうね、オーソドックスな形になって、立派さありますよね。光り物がビカッと入ってる。この光沢パネルに、この、ステンレス調ですかね。磨き込まれたような金属が入っていて、シフトセレクターはね、多分マイナー前と一緒です。軽い感じでね、スコンスコンスコンと動いてくれる。このバネがない車もあって、あるけど弱い車もあって、これはね、しっかり支えてくれるタイプですね。で、重いアルミ缶とかのボトルの方がね、よりしっくりきます。アームレストですね。アームレストが、これがパカーンと落ちてこないように、抵抗が入っています。こんな感じでね、最後だけ自分で軽く押し込んであげればいい。すごくね、上品に使えます。じゃあ、フロントシートのシート自体につきまして。さあ、ベゼルね、マイナーチェンジ後のモデル。まずシート、柔らかいです。もうすごいね、プニプニしてる。で、サイドサポートの部分は、割合詰まってますね。高級車まで行かないにしても、高級車一歩手前ぐらいの詰まり方を感じます。で、座面もそう。座面もね、ここは、それなりの硬さがあると。で、特徴的なのは、このシートの表地、このね、引っ張り出せるこの生地の部分。ここの内側にね、ちょっと薄いスポンジのフォームか何かくっついてるような感じで、ほんのちょっとね、数ミリ柔らかい層がある。それは、こっちも一緒かな。で、前の方は、かなりね、盛り上がっています。ただ柔らかくて、体支えてくれますし、柔らかいのでね、圧迫感は最小限。で、一つね、圧迫感あるのはここです。ここ、自分ね、深く座る方なので、運転中深く座ると、この縫い目とね、ここの硬さが、ちょっと気になるかなっていうのがありますね。浅く腰掛ける方でしたら、ここまでにお尻が来るでしょうから、全然問題ないんじゃないかと。で、シートね、幅があって、いいところ一つあります。座りますと、ここのね、サイドサポートの硬いところに足が乗ってこない。リアシートも一緒ですね。運転席も一緒です。ここに足がかぶってこない幅があるので、これはね、もう全然いいなと思いました。じゃあ続きましては、このリアシートで2点挙げていきます。一つはね、アームレスト。これ、マイナーチェンジ後からとね、ちょっとそんな記憶もあるんですけれども、ここにね、ベルトが入っていて、アームレストの出し入れが簡単です。もうね、これぐらいと思われるかもしれませんけれども、これが軽く出てくるかどうかっていうのはね、もう全然違います。使い勝手にすごく関わってくるところ。で、ベゼルのこれね、すごく軽いんですよ。もうほわっと開いて、ほわっとしまっちゃうぐらいね、もうこんな軽いですから、必要ならね、もうさっと出せる。すごくね、いいです。
で、もう一ついきますね。ちょっと自分今度こっちのシートに移ります。ベゼルのリアシートは、この膝前に余裕があるというのはね、もう、当たり前になっています。でもね、自分もそれと同じかそれ以上にいいと思うのが、椅子が内側に寄っているんですね。これはそうね、外側が広がっているというのもあるんでしょうかね。椅子が内側に寄っていて、人間は比較的ね、内寄りに座るようになります。リア3人掛けもできますけれども、2人掛けに最適化されているような感じ。で、このサイドサポートにね、全然足が乗ってこない。この座面はね、柔らかいです。で、サイドサポートは少し硬い。詰まっています。で、この詰まってる硬いとこに足がかからないでね、通常座れますので、ここね、一ついいところだと思いました。では、乗って感じた印象の補足、ハンドリングの話と加速減速に関する話です。まずは、人気車なのに個性的なステアリングフィールという部分。農学的な話から挙げると、ステアリングギアレシオは VGR、可変ギアレシオタイプで、ゴムブッシュは一時締め、サスペンションは縮みやすく伸びにくい設計といったあたりになります。この VGR というのが、ハンドルを切る量とタイヤに打角のつく量が回してる量によって異なるタイプです。ベゼルで言うと、中心付近は緩くスローで、180度ぐらい回すと敏感になります。自分、ベゼルが VGR というのを忘れていて、乗り始め最初の交差点で振りすぎて戻しちゃいました。拳1個分ぐらい。これが一つと、あともう二つ。次が、ハンドル中心付近のギアレシオがかなりスローという点。微調整するんだったら、微調整以上にハンドルを動かす。撮影してきた動画を後で見たらよくわかりました。そして、ハンドル操作から陽の立ち上がりがマイルド。ブッシュの動きいいねって感じます。3つ目はマニアックな部分なのでさらっといきますが、このブッシュの動きがね、わかりやすくて、ゴムを潰すとか、ゴムを潰しておくと反応がいいとか、これを考えて走るとすごく楽しいです。ハンドルのね、表面に指で腕とか指の重さ分だけ微妙にテンションをかけておこうかなとかね、こういうこと考えて走るのがもうすごく楽しくてね、これが釣りの楽しみにもちょっと似ています。握らずにそっと添えて、手の皮膚とこのシワとレザーのこの食い込みで、操作するような感じですかね。そうすると繊細な操作も可能です。それで普通に感じやすいと思うのが、ステアリングギア比の変化と中心が相当にスローという点。良いのは丁寧な操作で滑らかさを感じられたり、狭い場所での取り回しが良かったり、唐突な操作でも車は落ち着いていたり、悪いのは疲れていると直進が難しい。ハンドルも軽いですから直進している感覚が希薄です。またどういう方に向いているのかって考えてみると、向いているのは運転に慣れていて、物理的に中心は反応弱いのが普通だよみたいにね考えられる方ですとか、ある種ストイックに滑らか運転を追求される方ですとか、逆に走ればいいのよとスパッスパッとね、素早く大きくハンドルを切られる方にも向いているかなと。逆に向いていないと思うのが、ハンドル中心は固められているタイプが好みだったり、小さい操作で反応を楽しみたい方。いずれにしてもね、タイヤの銘柄とか状況によっても中心付近の反応は変わってきますから、銘柄や空気圧で調整できるかもしれません。この日のベゼルはオドメーター3000キロの車体で普通に空気圧チェックしてから乗り始めています。続いて 1500ccEHEV の中で最も印象の良いハイブリッドシステム。ビットフリードベゼルの中で、このベゼルは搭載される駆動用バッテリーの容量が大きいそうです。それもあってか、エンジンの始動が少なく感じられました。ハイブリッドってどうしても高めの回転数で効率よくエンジンを回して充電するものです。なので始動回数の少なさは滑らかさに直結します。で、大きく踏んでの加速感はノーマルモードとスポーツモードで2通りのフィーリングが楽しめます。ノーマルモードですとアクセル全開にしても唐突感が出なくてボーンと加速していく感じ。逆にスポーツモードで全開にするとゆっくり加速をし始めた後にぐっと盛り上がる刺激を味わえます。おーみたいなね。
だ直後に意識を向けると、このね、踏んだ直後の印象、ここに意識を向けると、ハイブリッドの比較って面白いです。今もね、カメラ回ってなければこの辺ね、楽しい道なんですけれども、減速、ハンドル切り始めてブレーキ離してみたいなね、ブレーキリリースとハンドル切る量、これすごいね、ここが楽しいところで、このハンドル戻す量とアクセル踏む量とね、もう一回かな、緩めて回って踏んでいくみたいなね、ちょっと路面濡れてます。こういうところがね、すごい楽しいところですけれどもね。今回のどうでもよいようなつまらない話は、ハイブリッドシステム EHEV のコントロール性について。ハイブリッドっていうと普通は燃費がいいとか、もう少し突っ込んでもホンダって直結モードがあるんだぜってくらいで終わっちゃいますが、もう少し踏み込んだ印象です。内容はアクセルペダルの細かな操作に反応してくれるかどうか、踏んでいくときだけではなくて戻してくるときはどうかという話。以前自分アクセルペダルの操作に対する電圧変化というのを測って、それをにらめっこしながら乗っていた時期がありました。すると人間って100分の1単位のアクセルコントロールは普通にできるんですよね。ほんと 1% 単位というのはそんなに別に難しいことじゃない。で、実際は1000分の1単位の情報もコンピューターに送っているようですが、このあたりになってくるとね、ちょっと難しいです。なので自分が細かい操作と口にするときは、この 1% 間隔ぐらいの感じなのですが、そこで反応があると無駄なく結果滑らかに走れて、さらに楽しいとね、なります。今回のマイナー5ベゼルに乗ってみて、で、一人でね、気持ち悪くオタクくんみたいにまじまじと運転してみて、EHEV はこうした部分も進化しているんじゃないかななんてね、思いました。ちょうどホンダ E があんなに小さくてトルクフルで、でもギクシャクしにくい。その感覚ともう変わらないんじゃないかと。展開値のパワー感とかね、そこ行くとまた別ですけれどもね。ハイブリッドやモーター駆動ってトルクに余裕があって変化を伝えやすい一方で、音による変化っていうのを伝えてきにくいですから難しい一面もあると思います。その反応という部分ってね。音による反応ってドライバーはめちゃくちゃわかりやすいから難しい一面もあるんじゃないかと。で、音のない領域で細かな反応を伝えてきにくいんだったら、細かなアクセル操作で変化する音を出しちゃえばいいじゃないかなんてね、最近思います。全開時の加速音、スピーカーから流す時代ですよね。なので 1% 単位のアクセル操作で周波数を変える疑似ノイズ、オーンとかね、あったら楽しそうです。今回の大きな声じゃ言えない話はリアシートに関して。スペース的には広いです。これはもうどこでも言われてる通り。ベゼルのボディ全長は 4330mm と短いのですが、リアシートにはちゃんと座れるスペースがあって、座面やシートバッグのクッションも柔らかくて、さらに足元は開けていて乗降性も高い。座面の下が空洞になっていますので、これが本当ね、車から降りやすいんですよね。チップアップより大きなメリットだと思っています。で、弱点としては、3人掛けはほとんど無理だということ。座面の中央部は固く盛り上がっていて、座ると1段どころか2段3段高い位置に座る感じです。ちょこっとね、ほんとちょこっと座る分には新鮮でいいんですけれども、とかお子様だったら喜びそうだけれども、いや、大人でもね、お姉様がここに座ってくれたら、隣に座って、太ももをアームレストにして、もう最高でしょうなんてね、思っちゃいますけれども、こんなのはね、普通の発想ではないです。で、そうね、戻って、理想的な感じと言える座面ですと、フラットで、クッションが沈み込んだ分で、お尻を左右からサポートしてくれる設計。サポート部分をね、盛り上げるのではなくて、沈み込みでサポートを作る。これが理想かなって思います。では簡単にまとめていきます。マイナー5ベゼルに乗って感じた長所は、高い燃費性能と PHEV の加速減速フィールの良さ、そして内装質感の高さ。長所であって短所でもあると感じたのが、ステアフィールとサスペンションの動き方。ここが人気車なのに個性的だって思う部分。自分的にはそうね、ドライブに出て目的地に向かう途中、集中力高い時には
すごく滑らかに感じられて楽しくて、で、マニアックな良さも味わえちゃったりなんかして。で、逆に帰りは運転難しくて神経使ったなっていう感じでした。そして単純な短所としての感想は覚えていないのですが、もしかしたらホームページに書いたかもしれないので、気になったら見てみてください。写真豊富に詳しくレビュー書いています。概要欄にリンク貼っておきます。あと、全体的な印象としては、ベゼルって小さな高級車。ベゼルの EHV って290万円スタートで、この Z が320万円、ナビ別です。装備良くて内装質感も高くて、でもハンドル軽くて日常での取り回しが重視されている。こうしたあたりが小さな高級車というイメージにつながりまして、日産のノートオーラーともね、共通点を感じたりもします。なので、自分が比較するんだったら、ベゼルとオーラ、ボディタイプね、全然違いますけれども、比較対象に、ね、なるのかなって思いました。ということで動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援いただけますと、もっといろんな車に乗ってどんどんレビューを上げていくことが可能になります。ぜひよろしくお願いします。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。